皆さんおはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日もですね、海進丸に来ていません。残念です。じゃん。ちょっとイージポンさん、これ見てください。なんと三島おこぜをゲットいたしました。瀬戸内海でもですね、淡路島とか他のところでは全然珍しくないそうですが、岡山県では非常に貴重です。自分もですね、これを見たのは、17年で3回目だと思いますね。去年か一昨年撮って撮影したんですけど、その時は食べれることか分からなかったので食べなかったんですけど、今回はですね、三郎の先輩が撮って位置へかけたんですけど、棒へかけたんですけど、帰ってきました0円だったそうです。売れませんでした。なのでですね、自分がいただいて帰ってきました。これからですね、ちょっと料理して食べてみたいと思います。できました。半分は刺身にして食べます。これだけになります。たったこれだけです。半分。ちなみにこれは肝です。食べてください。さて、三島おこで初めて食べます。いただきます。どうですか。普通に美味しい魚。歯ごたえがある。すごい歯ごたえ。歯ごたえがある。甘みもあるな。旨味っていうか。美味しい。普通に美味しい魚だな。美味しいな。すごい歯ごたえだな。すごい歯ごたえだな。なんか歯ごたえものコリコリとかゴリゴリって感じ。何歯ごたえはあれに近い？おこぜよりは歯ごたえあるな。やっぱ見た目がフグに近いけど、フグなのかな。こっち？こっちにいた。でも食感が違う。バキバキって感じなのね。こっちはもう舌触りがツルツル。これなんかザラザラしてるな。身がな。ちょっと。肝。めちゃくちゃうまい。めっちゃうまいこれ。そうなんだ。カワハギと春ぐらい。カワハギよりも歯ごたえがある。カワハギは溶ける感じだけど、歯ごたえがあるこれ。ちょっと食べてみて。甘い。お母さんも肝に挑戦。それじゃすごいまろやかな。まろやか。歯ごたえがない結構。歯ごたえがあるし美味しい。生きとるけんかな。コリコリさっきも。うまい。甘いやろ。甘いほんまに。ただ苦手な人は苦手かもしれんな。めちゃくちゃ美味しい。美味しい。美味しい。これは美味しい。これは美味しい本当に。もう片身は鍋にしてみました。じゃん。ではちょっと鍋の三島おこぜいただきたいと思います。もうすでにプリプリ。これはちょっとすごいかも。こっちの方が美味しいかもな。触っただけでも美味しそうなのが分かる感じ。めちゃくちゃ美味しいんだけど。めちゃくちゃ美味しいこれ。いただいて。もっと取れればいいな。美味しいこれ。あっさり感。でこれが肝です。それ。肝もちょっと鍋に入れてみましたけど。これ豆腐みたいな。豆腐やないかこれ。豆腐じゃない。豆腐じゃんこれ。豆腐の味じゃんもん。これは間違えました。鍋に入ったら豆腐です。こっちだ。目から小川をすくっちゃってカメラ回すの忘れました。あまりにちょっと驚いたんで、やってしまいました。網がもうドロドロです。せっかくの木網がもうドロドロに。でも上がっただけ良かったです。でも色目もってしかもでっかい驚きのもうね、小川の中ちょっとかけたみたいな感じなんですけど、かけようと思ってかけたわけじゃなくて、もうかかっちゃって小川のところを通ってしまったって感じなんですけど、結構カニが見えてますね。やっぱこういう中におるんですね。みんなが小川を避けるから、みんなが小川を避けてやりますんでですね、この中のもう小川の中は嫌うでしょうから、際ぐらいに多分避難しとんですね。カニこれまだ見えてたような気がするんですけど、これだけかな。これが入ると抜けないですからね。貝の綿の塊入ったな。本当に重い。落ちてくるカニが、うわまたヒラメ。うわカニおる。
んながこの周りを嫌うんで、この中に逃げてるんですね、カニが。結構おるけど、でもやれない。これが取れてくれないと、貝自体はもうなんかいないっぽいですね。貝は見えませんので、貝の綿だけが残ってるんですね。これも多分エイとか人手が食った後なんでしょうね。綿だけが残ってるんですね。綿に泥がまつわりついてこうなっとるんですね。しかしすっげえな。ヒラメもでっかい。あ、でも痩せとるなこれ。ガリガリ。どうしよう、拾おうかどうしようか悩むなこれ。こっちはいいですけど、しかしおったなカニ。結構見えてますね。1番で 4,5 番分取ったかもしれませんねこれ。イカもおるし、よいしょ、こっちにもおるし。ただこれ夜のがまた腰が折れそうですけど、よいしょ、頑張って寄りましょう。ヒラメをどうしようか悩みます。これでも持って行ってもダメやろな。取って帰ってもらいましょう、リリースで。これだけいましたカニさん、結構すごい。1日続いたらすごいですけど、1日をやりませんので、もう1番軽く通してもうやめたいと思います。ここは酔ってたらさらに出てきましてですね、追加に3枚いたんで、これだけいました。これぐらいいるともう3分の1日分ぐらいいたんじゃないでしょうか、一発で。新興シャーシャーガネが、よいしょ、まだおるんかな。もうさすがに出てこないでしょう。いませんね。あ、おった。一つ拾えそうなのがまだいました。ギリ収穫可能サイズ、さらに追加です。多分小川の際にいたと思うんですよ。カニも小川の中は嫌がりますんで、ただその際がどこかわからないんで、ちょっと戦々恐々、多分この辺が際だと思うんですけど、際ギリギリ頑張って通してます。また小川すくうかもしれません。ちょっと怖いんで早めに巻いてみます。やっぱり食らってますね。ここも際じゃない。もうちょい霜か際は上がるかな。でも多分貝自体はもうなんかないっぽいんで食べられちゃって、綿に泥がついてるだけなんで上がるとは思いますけどね、貝の重量はないんで。新国でもこの辺やってたんですけどね、新国だとこんなドロドロにならなかったですけど、やっぱり爪だとそこによく行くんでドロドロになるんですね、網が。これぐらいの筋でもおるんじゃな。板場ガキです。これまた板場ガキ。これにチヌがいると最高ですけど、やっぱチヌ入らないですね、桁だと。台風の時の動画を上げた時にチヌもう3倍相場です言ってましたけど、桁になるともう普通に3倍相場ですんで、台風じゃなくてもチヌいてくれると助かるんですけど、これにおなんかプニュプニュ湯蒸しかな。一回食べたら美味しかったんですよね。これびっくりするぐらい貝に毛がついてますけど、毛だけが残ってる感じですね今。だいぶ荒けてかわしてやったんですけど、また網がズタズタですね。だいぶかわしたつもりなんですけど、これは小さい板ぼガキです。桁になると入ります。でもなんか爪に乗ってるんで、いるのはいるっぽいで
あなんとか網が上がる程度なんで、やれるのはやれそうですね。あ、おるな。こういう風に網が上がってくれればいいんですけど、上がらないやつくらいあったら、もうそれがもうそれで帰らないといけないし、もう修繕も大変ですから。あ、でもおるな。おるな、やっぱ結構見えとりますんで、ちょっとこの辺腰が持つ限りちょっと頑張ってみたいと思います。よいしょ。ちょっとこの辺頑張ります。漁師さんなら分かってくれると思うんですけど、ここしんどいんで、もうちょっと置いといて、またいなくなったら来ようかなとかって考えてたらね、甘いんですよね。すぐに他の人に見つけられて、もう全部いなくなりますんで、全部みんなで取っちゃっていなくなりますんでですね、頑張ってやりたいんですけど、まあ自分もちょっと体が持つ限りちょっとやってみたいと思います。残念、やわらです。これも大きい。これも残念しよう。ご覧に見えてる鍵を一生懸命拾いたいと思います。硬くあってくれればいいですけど、さっきみたいに。でもまあ多分さっきと硬さは一緒でしょ、一緒だと思います。残念ながら柔らかかったのが多かったので半分リリースでした。でもまあこれならかなりの方です。これでも今年なら。これもあるあるなんですけど、片袋ほどけてしまいました。ダメだ。もう腕に力がないんでしっかりグッと締めれてなかったんでしょうね。けどまあ片袋にいてくれる、爪の上に乗ってたんです。3つほど片袋にいてくれると思うんですけど、大きいのが見えてますね。よいしょ。いやー、ただこれはちょっとしんどいっすね。やれるかな。ちょっと硬いかどうかだけチェックを。硬い。これは小さすぎです。これも小さすぎ。これが一発。今年はもうヒラメとあんまり変わらないような、まあヒラメが安いのもありますけど、これは素晴らしい。これ一発が本当大きい。これも硬い。よいしょ。ちょっと中型これぐらいを頼まれてたんでちょうどいいのがいるけど、硬いかな。よかったよかった、硬い。これでなんとか頼まれてたやつを拾えると本当ホッとします。これも小川多分来てるんですね、人手が。ただ貝はもう全然見えないんで、全部食べられたみたいですね。もう砕かれてるような感じでなってます。貝自体はもう砕かれてる感じになってますね。人工物かと思ったらこれ貝っぽいですね。こんな貝がいるんですね。貝じゃな、これ面白い。なんじゃこれ。インテリアになりそうな感じですけど、初めて見ましたこんな貝。後ろちゃんと蓋になってるって。いや貝じゃろうな、ほんまに。貝です。貝じゃん。片網だけですが、これだけです。チンコキだとチヌが最低でも3つぐらいは入ってもいいようなとこなんですけど、ニベがいたりハモがいたりするとこですけどね、桁では入りません。ニベも頼まれてたんでちょうどいいね。ニベがなんとこれを頼まれるという珍しいことがあったんです。やっとチヌが1つ、おこぜが見えとりますけど、やっとチヌが1つ。なんせ3倍ですからね。よいしょ。魚気がやっと見えましたね。あとは農江通りカニです。今自分がやってるここもですね、何回か自分もやりに来てるんですけど、何もおらんかったんですよね。それがじゃん。で他の先輩たちもここ何度かやりに来てるんですよね。でも先輩たちも何もおらん言うてました。ここやってももう網汚れるだけ損じゃいて。ですがこういう風にね、ある時突然こういう風に出てくるんですよね。このチャンネルの視聴者さん、プロの方だったり研究者の方だったり、釣り好きでもう毎週釣り行ってるような方とか、結構もう海のこと詳しい方たくさんいらっしゃるんで、皆さんよくご存知だと思うんですけど、
このタイミングっていうのがありましてですね、ほんまそのタイミングを全部データとして頭の中にもう各やり場のデータを入れていくのが大変ですよね。そうなるまでが分かってくるまでがなかなか年季がいりますよね。ここももともと面金が多いとこなんでいつか来るだろうなと思ってたんですけど、3遍ぐらい自分やりに来てるんですけど何もおらんかったんですけど、ついに活性化してはですね、ここがこのまま頑張っていきたいと思います。ただちょっと途中で疲れて帰るかもしれません。よいしょ。多分これ今日1でこれぐらいずっと2年前と一緒ぐらい、2年前結構いましたけどそれと同じぐらいの入りだと思います。最近魚影がすごいんですよね。日生の山下船長に見てもらったら小魚イワシじゃないかって言ってました。でこのイワシを求めてかカモメとか青物が結構この辺に寄ってきてます。イワシやっぱりどうも本当に魚影はイワシのようです。さすがですね、山下船長。今日も恥ずかしながら帰ってまいりました。これは一つもない。3分の1針のぐらい。針玉。よいしょ。これからはメスの方が相場がいいんで、メスが出てきました。メスのシャーシャーがね1つ。これはメスの親で、あんまり抜けはいませんけど中型ばっかりです。でメスの親がまたこれだけです。よいしょ。2つ1つ半針だ。小柄エビが全然少なかったです今日は。小柄エビおるとこなんですけどいませんでした。溶岩とかはもう全然少ないです。メスのシャーシャーガネで、こちらもメスのコトシガネです。よいしょ。何本おったかな。1、2、3。メスのシャーシャーが3。親が 1.4 針玉ぐらい。オスが 1.25、1.3 針玉。全部で5針玉か。流儀に詰めたら5針玉ぐらいですかね。なので去年一昨年の一番コキのおろしと同じぐらい今日はいました。今までずっとおらんとこやったんだけど何べん行ってもおらんかったけど、もうそれ活性化したんだろうな、そこの漁場が。それしか考えられない。他の人もずっと来よったんだけどちょこちょこ。イイダコがこれだけ。イイダコはたったこれだけでもすごい値段です。リベ頼まれたんでよかったです。3つ。このが2つぐらい泳ぎよりかな。こちらはイカです。こちらはイカ。釣り焼きイカですけどね。ヒラメちゃん生きてくれとる。よかった。死ぬるか思ったから一番目だった。小川大ぐらいした中におって。死ぬ忘れとるが。いやー、ほんとじゃ。1匹すくい忘れてました。死ぬ3ついたようです。2つかと思ってたら。よいしょ。1匹のためだけにビップルームになっとるやん。よいしょ。今日GoPro持っていっときゃよかったです。残念。今日の方がええかも。昨日ええと思って喜んどったけど今日持っていった方がよかったかもしれません。そんなに。あんたら何しよん。